はようございます。ピーチです。現在朝4時半。共働き夫婦の私たちは日の出とともに起きています。仕事以外にも副業に子供2人の育児、そして家事。それをこなしつつ月20万円ちょっとで生活している私たちのリアルな一日をご紹介します。こんなに早く起きている理由は2つ。この時間に YouTube やブログ作成をしているのと、電気代の節約になるから。今時期は4時半でこんなに明るいです。起きてすぐやることは、寝ている間にルンバをかけていたので椅子を下ろすこと。ロボット掃除機は普通の掃除機よりも電気代が安い。そして夜のうちに回しておいた食洗機の中身を片付けて、洗濯機も回しちゃいます。起きてすぐパパーっとやっちゃうことで頭を起こします。その間夫は昨日の洗濯物をしまって自分の朝ごはん準備をしています。夕食の残りや冷凍しておいたお味噌汁の素で作ったお味噌汁など適当に。そんなこんなで起きてから15分が経過。私は早速副業の YouTube やブログ作成に取り掛かります。夫はいつも私の横ら辺でご飯を食べてるんですが、ちょっとこの時はキッチンに隠れてます。そして40分ほど経過。洗濯物ができたので、今日は晴れてるのでお外に干します。ちなみに雨の日は除湿機を使って室内干し。除湿機は乾燥機や浴室乾燥よりも電気代がかからないので節約主婦の一押しです。そして戻って動画編集とブログ作成の続きをします。夫は6時ぐらいに出社します。時刻はもうすぐ7時。2時間ほど頑張った頃に子供たちが続々と起きてきます。5歳の長男は寝起きが最悪で、朝いつもこんな感じです。学校に行くまで1時間ぐらいあるので本を読んだりとまったり。このハンモックはチモティで1000円で購入したもの。子供たちが奪い合っています。ここから本日最初のバタバタタイム。急いで子供たちのご飯準備と息子のお弁当を作ります。昨晩のうちに用意しておいたおにぎりをチンして海苔を巻いて、サンプル百貨店で1袋25円だったフローズンブドウも準備します。こちら砂糖不使用のチョコがコーティングされたフローズンブドウ。子供たちにはちょっと苦いので蜂蜜をかけてあげています。サンプル百貨店は掘り出し物の多い通販サイト。うまく活用すればかなり節約になります。牛乳を添えて手抜き朝食の完成です。夕食頑張るからちょっと許してねっていう感じの簡単朝食です。夫のお弁当は夜のうちに作って冷蔵庫に入れているのですが、5歳の息子のお弁当は朝パパッと作ります。こんな感じでお弁当のおかずは冷凍ストックしているので、基本レンジしか使いません。お皿に入れているのは夕食時余った鮭をほぐしておいたもの。ご飯に混ぜ込んで鮭ご飯にします。うちの園は給食かお弁当か選べるんですが、給食は300円ほどするので頑張ってお弁当を作っています。デコ弁とかはできないので200円ぐらいで買ったカラフルなお筆ごまかして完成です。そして子供たちの朝ごはんの残りが私の朝ごはんということが多いです。あんまり食べていないのになぜか痩せないというのが最近の悩みどころです。そしてパパッとテーブルを拭いて食器を食洗機に詰め込んだら、もはや出発10分前。ヘアセットをしたりハンドクリームを塗ったりと忙しい4年生の娘と日焼け止めしか塗らないズボラな母です。完全に女子力は娘の方が高いです。そして7時45分、娘の登校時間。ゴミ捨ては娘にお願いしています。そして息子のお着替えを見守ります。この大量のレゴはメルカリで安いものをちょこちょこ集めたもの。引き出しの中にはトミカやプラレールが入っているのですが、ほぼ中古でチモティでいただいたものなどもあります。なぜかほぼ 100% の確率で前後ろ逆に来ちゃう息子。出発2分前、髪があまりにボサボサだったのでスクワランオイルで保湿。楽天で1000円ほどで買えるこちら。乳液代わりとしても使える優れものです。そして息子を保育園に送ります。
帰ってきました。ここからは花の一人タイムなんですが、お昼はお仕事を頑張ります。ドケチすぎて恥ずかしいんですが、外に着ていく服を長持ちさせるためにボロボロの部屋着に着替えます。時刻は8時半。ここから本業のライターの仕事を頑張ります。在宅ワークの探し方という動画もアップしていますので、気になる方はチェックしてみてください。11時半頃、集中力が切れてくる頃なのでお昼ご飯にします。自分のランチは本当に適当です。卵かけご飯だったり、納豆かけご飯だったり、オートミールだったり、残り物だったりです。娘の Amazon タブレットを借りて YouTube やニュースを見たりしながら食べることが多いです。ちなみにテレビよりもタブレットやスマホの方が電気代がかからないので、一人の時テレビを見ることはほぼないです。参考までに電気代はこんな感じ。CanDo のスマホスタンドは動画が見やすくなるのでおすすめです。デザートにはサンプル百貨店で買ったフローズンフルーツ。これ普通に買うと160円もするので今しか食べられないなと思っています。在宅ワークだとなんせ動かない。なので1時間のお昼休み中、こんな感じで筋トレをすることもあるんですが、5分ぐらいで終わっちゃいます。そして1時間休憩したら在宅ワークを再開。怠けると夜中や休日働く羽目になるので、お昼休みは1時間と決めています。あとは仕事始めに今日やることリストを書いて、それを見ながら必ず終わらせるようにしています。そんな中、ふるさと納税の返礼品が届きました。ティッシュが60箱。ティッシュやトイレットペーパーはふるさと納税で頼んでいるので、しばらく店舗で買っていません。節約になるし、買い足す手間もなくなって一石二鳥。まもなく長女が帰ってくる時間。洗濯物を取り込んで、炊飯の準備をします。業務スーパーの押し麦はお米よりも安いので最近活用しています。詳細はこちらの動画にて。そして小学生の長女が帰宅。今日はおやつを持って公園に遊びに行くそうです。そんな日が週に1、2回はあるので、ドンキの特売などでおやつの買いだめをしています。学校からのプリントチェックなどをし、あっという間に息子を迎えに行く時間。ここで本日3度目のお着替えタイム。着替えるのがめちゃくちゃ早くなったので、宅急便など来ても大丈夫です。保育園に行く途中に激安スーパーがあるので、よくそこで買い物をしています。買い物時間を測ってみたら、なんと5分でした。我が家は加工食品をあまり買わないので、こんな感じのルートでお買い物。真ん中の加工食品エリアには立ち寄らないので、時間の節約にもなっています。息子を連れて帰ってきました。最近よく脱走するので、家に入れるのも一苦労。ドロッドロで帰ってくるので、息子だけシャワーで洗っちゃいます。冬はお湯をためる派なんですが、夏はシャワーのことが多いです。服を着せたら息子のおやつタイム。今日はレーズンとバナナです。こちらのアンパンマンのお皿はガストでお子様ランチが100円だった時にいただいたもの。こちらのコップは飛行機に乗った時にいただいたものです。子供用の食器は使う期間が短いのでほぼいただき物です。おやつ後の息子のルーティン、それは大量のレゴを広げること。そして夕飯までひたすらレゴで遊んでいます。長女はこの時期、お人形遊びやプリンセスごっこに夢中だったので、男女の遊び方の違いにびっくり。息子がレゴに夢中の間に、炊飯器のボタンを押して、洗面台のささっと掃除。2円ほどでできるクエン酸スプレーを活用。作り方は概要欄にて。そして私もパパッとシャワー。お風呂上がりは手作りの化粧水で保湿。グリセリン1対水9で作ったもので、100ml あたり10円ぐらいでできます。そしてまたまた登場、乳液代わりのスクワランオイル。こちら数滴で済むのでコスパがいいです。パパーっと髪を乾かして、100均のブラシで溶かして完了です。こんな感じでスキンケアには全然お金をかけてないんですが、結構肌の調子はいいです。
17時過ぎ、娘は公園から帰ってきてシャワーへ。私はちょっと一息。17時40分、フレックスを利用している夫が帰宅。ここから本日2度目のバタバタタイム。まず買ってきたお肉の下処理をしちゃいます。切ってフリーザーバッグに入れて、唐揚げの下味冷凍。面倒だけど後々楽ちんなので、夕食を作るついでにやっちゃいます。そして夕食作り。今日はサラダと夫のリクエストのスタミナ丼です。八百屋さんで4玉100円だった新玉ねぎをスライス。塩を軽く振って辛みを抜いて、残りの玉ねぎはスタミナ丼に。ごま油で炒めていきます。お肉を入れて炒めて、焼肉のタレとニンニクで炒めた手抜きレシピ。あまり合わせ調味料は買わないのですが、焼肉のタレの味はなかなか再現できないので買っています。新玉ねぎの塩気を取って、ミニトマトを切って、洗い物を減らすために今日もワンプレートご飯。いかに洗い物を減らすかが私の中で結構重要。なので夕食を作るついでに先ほどのようにお肉の下処理をしたり、残ったおかずをお弁当用に小分け冷凍します。大人用は丼にしちゃいます。ドレッシングは高いので我が家は手作り。ごま油、お酢、醤油、ニンニク、塩コショウを混ぜるだけで簡単に作れます。晩ご飯の完成です。ただいま18時10分。いつもこのぐらいの時間に晩ご飯を食べ始めます。18時50分。これぐらいの時間に食べ終わるので、パパッと後片付け。片付けついでに夫の明日のお弁当を作ります。と言っても余り物です。この洗い物を見ると逃げ出したくなるんですが、後回しにすると余計やりたくなくなるのでパパーっとやっちゃいます。食洗機は我が家の必需品。意外と電気代は安いです。ここで節約ポイント。便利グッズに頼るときはコストを出して検討しています。衣類乾燥機やミールキットは便利なのですが、こんなに高いので我が家では不採用になりました。その間夫はテーブルを拭くのを担当。なぜかテーブルシートの裏まで拭いてくれるという几帳面さ。これまた2円ほどで作ったお掃除用のセスキスプレーを振りかけて、キッチンもきれいにしちゃいます。これでミッション完了。その間娘はチャレンジと宿題をやっています。こちらの勉強机もジモティーで無料でいただいたもの。娘の希望もあり、リビング学習をしているので、真夏のエアコン代の節約にもなっています。そして時刻は7時半。ここから家族みんなまったりタイムです。夫の楽しみは YouTube を見ながらハイボールを飲むこと。ハイボールも安く作る工夫をしていて、この大きいタンブラー1杯で50円ほど。節約ポイントは楽天お買い物マラソンの時にウイスキーを買うこと。4リットルのボトル1本3200円ほどです。そして炭酸はドリンクメイトの炭酸水メーカーを活用して節約。この時間、私は娘としょっちゅう踊っています。在宅ワークはメリットも多いんですが、全然動かなくなるのが最大のデメリット。だからといってジムは高いので、YouTube のエクササイズ動画で楽しみながら運動しています。そして家族それぞれ好きなことをやって過ごしています。娘は大好きな折り紙。そして夫はまだ YouTube を見ています。私はこの片付けても散らかされるレゴを避けて読書タイムです。お金が好きすぎてしょっちゅうお金関係の本を読んでいます。余談ですが、節約生活に YouTube が大活躍。先ほどのエクササイズ動画もそうですが、折り紙の折り方やピアノの弾き方、カラオケなんかも YouTube でできちゃいます。また私は YouTube 動画でセルフカットをマスターし、家族みんなのヘアカットを担当したり、勉強に YouTube を活用して FP2 級の資格を取得することができました。時刻は8時15分。
そろそろ寝る準備に取り掛かります。私は結構歯磨きにはこだわっていて、10分ぐらいかけて丁寧に磨きます。電動歯ブラシで磨き終わったら次はフロス。セリアのフロスがコスパも良く一番使いやすかったです。そして最後に部分用歯ブラシ。おかげで虫歯はしばらくゼロ。歯医者さんはなかなか高いので、これも節約につながっていると思います。子供たちも自分で磨かせた後は仕上げ磨き。フロスもしっかりやらせています。そしてお片付けタイム。なるべく自分の家事の負担を減らしたいこともあり、しっかりと子供たちにもやってもらいます。レゴを片付け用にダイソーでちりとりを買ったんですが、これが大活躍。レゴ掃除でお困りの方はぜひ試してみてください。そして寝ている間にルンバを回すので椅子を上げます。息子も結構手伝ってくれる。大変な時もあれば、こんな感じでいい子ちゃんの時もあります。そしてルンバのスイッチをつけて寝室へ。寝る前にちょこっとだけ読む本を選びます。まだ全然使っていませんが、ここは息子の部屋。ジモティーでいただいた本やおもちゃがいっぱいあります。この本棚もなんと無料でいただきました。娘はあっという間に絵本の年じゃなくなっちゃったので、息子にだけ読んでいます。この時間娘は自分の部屋でお手紙を書いたりしていました。そしてみんな集合して、時刻は8時40分。早起きしているので、もうかなり眠たいです。そんな感じでバタバタの我が家の一日でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。